浜田先生、少しお話よろしいですか？浜田先生、少しお話よろしいですか？はい、何でしょう。先日優斗が泣きながら家に帰ってきて、聞いてみたら浜田先生にみんなの前で怒られたって言ってたんですけど、一体どんな教育なさってるんですか？いや、その件については優斗くんと正樹くんが授業中に大きな声を出していて、他の生徒の迷惑になりかねなかったので少し注意を。は？たかだか子供のおしゃべりですよね。そんな些細なことで息子をみんなの前で叱りつけたんですか？ですが、生徒のことそれをきっかけに息子がもしいじめられて学校に通えなくなったら先生は責任取れるんですか？取れないですよね。たかだか一公務員ごときに息子の将来の保証なんてできないですよね。いや、そんな。息子がみんなの前で晒し者にされてどんな気持ちになるか考えなかったんですか？すいません、本当に申し訳ありません。でも私はあくまでも平等に生徒。じゃあうちの息子はいじめられてもいいって言うんですか？いえ、そんな偏った考えの人が学校の先生してるなんて信じられません。本当は自分のストレスを子供にぶつけてるだけなんじゃないんですか？決してそんなことはないんです。だったら息子も平等にちゃんと扱ってあげてくださいよ。もちろんそのつもりで。つもりって。わかりました。浜田先生は子供を選んで差別して教育なさってるようですね。この件は明日学校と教育委員会、知り合いの弁護士にも相談させてもらいます。いや、それだけはお願いします。だったら土下座でも何でもしたらどうですか？どうぞ。謝らないってことですか？いえ、違う。子供を傷つけたのを悪いって思ってないってことですか？改めてちょっとすみません。何ですか？ちょっとさっきから会話が聞こえてきて気になったんですけど、ちょっと言い過ぎかなと思って。あなた関係ないじゃないですか。でも先ほど公務員ごときとか土下座とか言われてたんですけど、それがね、もしかしたら刑法で侮辱とか場合によっては恐喝とかになっちゃう可能性があるらしくて。いや、子供のことをみんなの前で叱りつけておかしくないですか？でそれは一応先生の仕事の範囲だと思うんですけど、こういう公共の場とかで、先生とかに対して母親が言い過ぎるのはカスタマーハラスメントっていうんですかね、そういうのになる可能性もあるらしくて、お母さんが犯罪者になっちゃった方がちょっと息子さんかわいそうかなっていう。つもりはないですけど、ちょっと言い過ぎました。何ですか？ちょっと言い過ぎ違う？あなた関係ないですよね。ごめんね、関西のおばちゃんおせっかいやねん。でも聞こえてしもたから。この人に話があるだけなんで。いや、関係ないですよね。お母さんも言いたいことあるかもしれへんけど、そこまで言うたらお母さんの価値下げるからあかんって。じゃあ子供がいじめられてるの黙ってろってことですか？でも先生の言うこともちゃんと聞く耳持たなあかんと思うよ。ちゃんと息子さんと話した？息子さんがどうやって着地したいかって聞いた？子供は泣きながら帰ってきたんです。でもここって息子さんとかお友達とか通るん違うの。それ息子さん違うと思ってるん違う？そんなの分かんないじゃないですか。お母さんがそうやって先生責めることで息子さん居心地悪くなったらあかんの違うかな。ちゃんとまずは息子さんと話すのと、先生もお母さんとちゃんとコミュニケーション取らなあかんよ。なんか一方通行の会話みたいに聞こえたから、お母さん一回座ってね、一回座ろうね。いや、謝れないってことですか？いや、それは息子を傷つけたの悪いって思ってないってことですよね。また改めて学校の方いで。や、今この場で謝ってほしいんですけど。いや、すいません。何ですか？ちょっと言い過ぎじゃないですか。口挟まないでもらってもいいですか？私が言うのもなんですけど、先生にだって理由があったんだと思います。いや、理由があるからって子供がいじめられる原因を先生が作ってもいいんですか？でも息子さんにこんなところ見せられますか？息子さんきっとお母さんのこんな姿見たら悲しくなると思いますけど。それは息子さんのこと大切に思う気持ちもわかりますけど、先生だってきっと考えてると思います。
と落ち着いて話したらきっとわかるから。子供が泣いてるの見たら落ち着いてなんていられないですよね。わかる。それは私もわかる。私やってほら子育てしてるからお母さんやったからわかるけど、でもお母さんの思いが今こんな形で先生見たら違う形に伝わってしまったらもったいないわ。お話し合いするんやったらちゃんと学校で主任の先生とか校長先生とか入れて一回ちゃんとお話ししはったらどう？公園のこんなところでお話ししてたらあかんわ。ちょっと聞いててドキドキしてもたもん。きっと息子さんやってお母さんにちゃんとお話ししてくれたんでしょ。こんなことがあったってお母さんのこときっと大好きやのよ。だから息子さんがお母さんにこれからもちゃんと相談できるようにしてあげな。こんなとこ見られたら友達からお母さんこんなんしてたって聞かれたら多分悲しむと思うよ。先生もその辺ちゃんとうまくまとめないと。もしかしたらこう大きな事件になってしまうかもしれないことの目撃者になってしまったんで、早めに言っといた方がいいのかなっていう思いで、僕は子供いないのでこう親の気持ちは分かんないんですけど、学生の頃に母親が教師にこう怒鳴りつけて捕まっちゃったとかなったら嫌だなっていうそう子供側の気持ちはちょっと分かるんで、自分がまだ親の立場を経験してないからあまりよくわからないんですけど、でも自分が親の立場になったら多分そのお母さんと同じようにその息子の不安な気持ちをがなんかあって先生になんかその先生のその教育が合ってるのかなとか不安になる部分もあると思うんですけど、でもそこは学校のことはちゃんと先生に任せてその先生と親同士のほうれん草がしっかりできてれば大丈夫なのかなって思いました。先生だってきっとその生徒さんの成長に期待して注意したんだろうなっていう気持ちがすごいわかるので、ちょっと止めなきゃなって思って。めっちゃドキドキしました自分自身が子育てしながら失敗もいっぱいしてきたし、言っちゃいけないだろうことも言って、講師ともに言ってきて反省してっていうのを繰り返してここまで来てるから、やっぱりね、なんかこう若い人たち見てるとなんかちゃんと話したらまるっと収まるよって、思うのは多分みんな世のお母さん一緒じゃないかなと思います。いや、私なんか偉そうなこと本当に言えないけど、子育て終わって今笑ってみんなで笑って過ごせる時間があるから、きっといろんな大変なことあってももうちょっとしたら全部笑ってなんかみんなで仲良くできる時間がきっと来るから頑張れって感じですね。ねえ、もうちょっと先生もびっくりしました。はい。